断言しよう。これが最強のゴーレムトラップであると。ホッパーを使わない自動釣り機、最速視聴ガチャ、天空ゴーレムトラップ、2個式直下掘りと常識を覆す作品を作り上げてきたが、今回もまた、マイクラの常識を破壊してしまうものがついに完成した。よう兄弟、ゲーム攻略で鉄が大量に欲しいよな。そんな時はゴーレムトラップだ。しかしどれを作ったらいいか種類が多すぎてわからないだろ。なんせ簡易式、村式、複合式、海上式、天空式と種類が多すぎる。だがついに結論が出た。誰もが求める簡単で最強のゴーレムトラップだ。マイクラ上級者の中でも俺だけが知っている。拠点に作る2個式ゴーレムトラップをついに解禁するってわけよ。どの配信者のゴーレムトラップでも毎回言っている100マス以上離すっていう常識があるのを知っているか。くだらん常識だな。このルールは最初にゴーレムトラップを開発した人が作ったものだ。実際ペットや職業ブロックが近くにあるとゴーレムトラップがうまく機能しなくなる可能性は高い。ゴーレムは村の中心から近くに湧くわけだが、ペットや職業ブロックで村の中心がずれてしまう仕様がある。だがそのルールが必要以上に一般化されて、どのゴーレムトラップも100離して作るようになってしまった。今ゴーレムトラップを紹介している人は疑問にも思わず100離すと解説していることだろう。本当は100離さなくても作ることができる。見てくれこれを。ゴーレムトラップの近くにいくらでもベッドや職業ブロックが設置できるぜ。ただ2つだけのルールを知っておくだけで拠点に設置しても機能させる方法があるんだ。村人を地下へ閉じ込めておく、地上のベッドや職業ブロックを全て設置し直す、これだけだぜ。村人を閉じ込めておきたくない場合は天空ゴーレムトラップってのもある。それも俺が開発した拠点用のゴーレムトラップだ。概要欄に貼っておくから自分のプレイスタイルに応じて作ってみてくれ。必要材料はこちら。ガラス4スタック、トラップドア1個、はしご4個、職業ブロック何でもいいから20個、看板が27個、溶岩バケツ、水バケツ、カーペット1個、フェンスが1個、ベッドは20個、松明は適当に、あとボートと最後にリードだ。あとは作りながら用意していけば間に合うと思う。それじゃあ早速作っていくぜ。2個式拠点ゴーレムトラップの作り方。まずは作る場所を決めよう。なるべく平坦な場所が好ましい。ゴーレムトラップの脇層より低い場所にベッドや職業ブロックを置かないようにするためだ。サイズは外壁を入れて 21×21 だ。脇範囲を完全に網羅できる完璧なサイズになってるぜ。早速作っていこう。最初にトラップの範囲を決めよう。まずは中心を決めて、ここに水を流そう。水を流したら十分に広がった後、1、2と開けてガラス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 。これがゴーレムトラップの範囲となっていく。これを基準に作っていこう。次は村人を監禁する穴だ。村人を監禁する穴は 9×9 で作っていこう。4個ずつ四方に基準から掘っていく。そしたらこちらを四角くくり抜いていこう。これを深さ6まで掘っていくぞ。このように深さ6まで掘れただろうか。穴を掘ったら出口をセットしよう。出口の方角が分からなくなったら足場を組んで、自分が作りたい出口の方角をチェックしよう。そしたら作りたい方角の角の方に向かって7マス穴を掘っていく。1、2、3、4、5、6、7。そしたら天井に向かって穴を掘ってはしごを4個セットしよう。1、2、3、4。そしてこのはしごから出たらトラップドアを設置してやろう。ちょうどこのガラスブロックより外側になっただろうか。これで出入り口が完成したな。そしたら次は村人を連れてこよう。村人はこのようにボートを近くに置いて体を押してやるとうまく乗ってくれる。そしたらそれをリードで引っ張っていくぞ。ゴーレムトラップまで連れてきた。この隙間に落ちるようにじわじわと引っ張ってやる。おい、落ちた。自分も一緒に落ちて入ってやろう。そしたら端っこの方に押し込んで OK。
これで邪魔にならないな。もしすでに拠点に村人がいた場合は、この地下に全員連れてくる必要がある。村人が地上にいるとゴーレムトラップがうまく機能しないからな。拠点のベッドと職業ブロックを全て破壊して設置し直す。特に装飾で使っている燻製機やストーンカッター、無限溶岩装置の大釜など忘れがちだから気をつけよう。このように破壊して設置し直しておこう。なぜこれをするのかって、村人は一度見たものは絶対忘れない。村人は横に15、上下に4マスのものは全て記憶して、さらに他の村人に共有までしてしまうんだ。見たものは全部村の一部にされてしまい、ゴーレムトラップがうまく機能しなくなってしまう。勘のいい兄弟はもう分かったよな。地下に監禁することがトラップの重要なポイントだってことだ。地上でいくらベッドや職業ブロックを置いたって、村人のサーチ範囲は上に4マスまで。どうあがいても村人に見つからないってことだ。一度破壊して戻しておくことで記憶から除外されることができるってわけだ。ここだけは非常に重要なことだから、必ず村人を閉じ込めたらやってくれ。何？近所に村があるって？ゴーレムトラップに村人を全員連れてくるか倒す必要があるな。ついでに村のベッドと職業ブロックも全て破壊しないとゴーレムトラップはうまく機能しない。オブラートに包まず言えば、村から2人さらったら自分の利益のために村を滅ぼせと言っている。さて、用意した職業ブロックを壁に埋め込んでいこう。コンポスターが簡単だから最初はコンポスターでいいかな。4、5、4、5。次は最大効率を出すためのベッドの配置をレクチャーしていく。このように3段ベッドをこの字に設置したい。この字の開けた部分は自拠点側にセットするとアクセスしやすくて便利だぜ。それじゃあ最初に中央に穴を5個開けていこう。3、4、5。そしてもし地下に空洞があった場合は、一番下まで落っこちたらブロックを積んで登ってきてくれ。これが一番最初にやるべきことだ。なぜこれをやるのかって、ゴーレムが地上に湧くときに真ん中だけ湧く場所がないんだ。そうすると地下に湧いてしまう可能性があるから、ここで湧き潰しをしておくってわけだな。それじゃあこの字にセットしていこう。1、2、3、4、5、6、7。そしてこちらにこのように設置していこう。次は1箇所開けて2段目を作っていくぞ。はい、こんな感じ。それじゃあこれに沿ってベッドを中心に向かって配置していこう。2段目も同じように中心に向かってベッドを置く。最後の段はやりにくいから穴を開けて、こうやって1、2、3、1、1、2、3、穴埋めとかないとね。これで完成。これが最も効率のいいベッドの配置だ。ゴーレムは村の中心から横に8マス、上に5、下に7段の範囲で湧くようになっている。村には村長がいて、村長のベッドの枕の位置が村の中心となる。それなら村長のベッドだけトラップの中央に1つ置けばいいじゃんって思うだろ。アップデートやバグで村長が変わったり殴って倒してしまうこともある。村長がいつ変わってもいいようにベッドを1箇所にコンパクトにまとめているってわけだな。湧き層はそれを全て網羅できるよう、どのベッドからでも横に8マス届くように設計されている。だからこのトラップは 100% 効率を引き出すことができるんだ。よくある簡易版はベッドを1段で並べているものも多いが、俺は断然効率のいいこっちのタイプが大好きだね。もちろんデメリットもある。村人が寝られないってことだ。寝られないと HP が回復できないのが一番のデメリットだな。よし、それじゃあ今度は地下を仕上げていこう。まずはガラスを用意してやってくれ。で、ガラスはどのようにしておくのかっていうと、ここ置けるか。ちょっと置きにくいな。端っこに寄せたらいけるか。いけそう。OK。このように四角くガラスを囲ってやってくれ。2段目も同様だ。このようにガラスが並べられたら、ボタンをこのように3点に設置してやる。そして一番奥の真ん中のブロックのところに
水を流して、これでとりあえずは OK。 周囲にモブが湧かないように松明を置いていく。こちらの出口2段高く掘ってやって、フェンスゲートを置き、カーペットを置いてやろう。こうすることで外に出入りしやすくなった。村人は出ることができない。ここまでできたらパンを2スタック村人にあげよう。これで自動的に繁殖することができるようになった。20人まで増えていくぞ。じゃあこちらの天井を埋めていこう。天井を埋める方法は何でもいいが、ガラスブロックや葉っぱブロックはやめてくれよ。ゴーレムが湧かなくなってしまう。土ブロックや石ブロック、そういった関連のブロックが好ましいな。真ん中だけ1箇所開けて床を組んでいこう。ここまでできたらようやく湧き層を作っていけるぞ。まずは周囲のガラスを最初に並べたガラスに合わせて組んでいこう。まずは1段目、次は2段目いくぞ。ここまでできたところで注意点だ。ここ壁の隙間が1ブロックしかなくって、外からゾンビが入ってしまう可能性がある。ここ頑張って2列開けてやってくれ。このように2列開ければ外からモンスターが入ってくることがなくなり、村人の安全は確保される。次は溶岩による処理装置を作っていく。まずは看板をしゃがみながら1、2、3と並べてやってくれ。そして1、2、3、1、1、2、1、2、3、1、1、2、1、2、3、1、1、2、1、2、3、1、1、2。上から見るとこんな感じ。風車型になってるだろ。そしたら足場を1個置いて、溶岩を中央の看板のてっぺんに向けて、天板四角く見えるな。ここに向けて溶岩を流す。足場は破壊。 OK。 では次は水を無限水源を作って高さ2のところに流していくぞ。この無限水源は村人のところ塞いだ穴に流してしまうと村人が溺れてしまうから気をつけてくれ。この村人の蓋よりもこっち側外側に無限水源を作って作業するとしやすいぞ。それじゃあ2段目のところに水を流していこう。これいちいちねここから汲んで流していくんだぜこれクリエイティブだから簡単にやってるかもしれないけど、これが結構めんどくさい。おまけに間違って下の段に流してしまうと無限水源がバーッと広がって一気に池ができてしまうから要注意。慎重に2段目の方に水を流してやってくれ。お、もう猫が湧いてきたな。もしここで猫が外に湧いているようだったら、それはゴーレムトラップがうまくいっていないかもしれない。あっつー、大丈夫かこれ。ダメでしたここ水を汲みながら気をつけなきゃならんかったな。マジでスポンジ持ってないと面倒なことになるから本当に慎重にやってくれよな。2段目に流していくぞ。いいね。流し終えたらこの無限水源を塞いでおいてやろう。オッケー、これで完成。あとは村人が大人になるのを待つだけだ。よし、村人が大人になったな。この板ガラスは実はギリギリ村人が2人通れるスペースを作っている。もし柵で作ったならばすれ違うことができなくって渋滞が起こっていることだろう。これでも狭いと思う場合はもう1ブロック広げてやっても大丈夫だが、穴を掘るのがめんどくさい場合はこれがベストだ。お、ゴーレムの湧いてる音がするな。外に行って見に行ってみよう。湧いてる湧いてる。いいね。早速先ほど出てきたこちらの鉄を使ってホッパーを作っていこう。ホッパーを作ったら
ここに2箇所穴を開けてチェストを設置していく。そしてこちらの真ん中の部分、ここを開けたらホッパーをしゃがみながらチェストに向かって設置。アイテムを投げ込んでチェストにアイテムが入ったかチェックしてくれ。入ったな。板ガラスで OK。 これでアイテムが自動的にホッパーに入る仕組みが完成した。これでゴーレムトラップは完成。さてここでちょっと疑問に思うこともあるだろう。この構造を見てもらえばわかると思うが、俺のゴーレムトラップは村人を一部屋にまとめて入れている。なぜなら村人を自分の職業ブロックで働かせるためだ。 75% の村人が働くことがゴーレムの脇条件の一つになっている。個室に村人を入れて取引所をやりたいっていう人もいるかもしれないが、村人は職業ブロックを変更することがあって働けなくなることがあるんだ。だからいつでも好きな職業ブロックにアクセスできるように個室ではなく大部屋に入れてるってわけだな。これでいくら地上部分に職業ブロックやベッド大量に置いたり、こんな感じでね、石切り台だって大釜だって置いてもゴーレムトラップは正常に機能し続ける。このゴーレムトラップのその脇層よりも低い場所、こういったところねにベッドを置いてはならない。職業ブロックはね、実はここに置いても全然問題なかったりする。こうやって置いてもね、村の中心がずれることなんてないんだよ。もちろんこれ反応して職業が転職してしまうこともあるかもしれないけど、アクセスできないとまた中にある職業ブロックで転職してくれるから大丈夫。そしてこのゴーレムトラップの機能する範囲、だいたい40ブロックぐらい離れても機能するから、めちゃくちゃ拠点が広くっても活用できるぞ。鉄が溜まったら溶鉱炉や砥石、鍛冶台を作って村人に鉄を売りまくれば愛や装備も一式揃えられるぜ。このゴーレムトラップを作る上での注意点は2つ。周囲100ブロック以内の村人は全員ここに監禁するか、外の村人は全て倒す。このゴーレムトラップの外壁から周囲10ブロック以内の地下にベッドを置かない。さっき言ったやつな。ここにベッドを置いちゃうと村人に見つかって村人が増えてしまう。ゴーレムトラップがうまく機能しなくなってしまう可能性があるから注意だ。ぜひ兄弟の拠点にも作ってみてほしい。村人を閉じ込めたくないって場合は最初にも言ったように天空ゴーレムトラップ、それを作れば地上部分の村人が自由に出歩きできる。そっちもおすすめだ。最後まで見てくれてありがとな。参考になった、ためになったと思ってくれたらチャンネル登録高評価してくれよな。作ったぜって報告やわからないこと、これから作るよって人もぜひコメントして教えてほしい。もっと詳しく知りたいって人のためにアイテムの集め方やさらに詳しい解説、村人の居住区の拡張方法、村人を30人に増やす方法、師匠ガチャをやる方法など完全版も作る予定だ。それじゃ次回の動画でまた会おう。さらばだ。